さん、今日はお手元の最新レポート、卓球ラバー産業における原価構造と製造販売形態の包括的分析報告書について、これまでにないほど深くじっくりとお話を伺いたいと思います。副題がメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実となっていて、タイトルからして穏やかじゃありません。最近ラバーを張り替えるたびに、これ1枚で豪華なディナーに行けちゃうなって思うくらい高いんですけど、なんでゴムの板にこんなにお金がかかるんですか？その疑問は全プレイヤーが抱く最もなものだね。今回のレポートの核心は、卓球ラバーという製品が単なるスポーツ用品の枠を超えて、高度な高分子化学と精密工学、そして緻密に設計されたブランド経済学が交差する特殊な領域であることを明らかにしているんだ。まずは全体を長官するサマリーから始めようか。よろしくお願いします。そもそもラバーの市場って今どのくらいの規模なんですか？データインテロの最新調査によれば、2025年時点での世界全体の卓球ラケット市場規模は約18億ドル、日本円で約2700億円と推定されているんだ。さらに2034年までに年平均成長率 5.5% で推移し、29億ドルにまで達すると予測されている。この巨大な市場において、ラバーは単なる部品じゃない。プレイヤーのパフォーマンスを決定づける最大の変数であり、同時に数ヶ月単位で交換が必要な消耗品としての側面を持っているんだよ。消耗品、つまり一度買ったら終わりじゃなくてずっと買い続けなきゃいけない。その通り。レポートでは、この継続的な買い替え需要こそがメーカーにとっての安定した収益基盤、いわゆるサブスクリプションに近いビジネスモデルを形成していると指摘している。この安定した収益があるからこそ、メーカーは次世代の素材開発に巨額の投資を続けられるわけだ。この消耗品としての魔力がラバー産業を高度なハイテク産業へと押し上げているんだよ。引き続き全体の総括ですが、市場シェアについても面白いデータが載っていますね。バタフライが独走しているイメージですけど、他のメーカーはどうなんですか？データインサイツマーケットの2025年シェアレポートによれば、タマス、バタフライが 28.1% で首位を走り、次いでヤサカが 17.1%、DHS が 15.7%、ティバーが 14.8% と続いている。この数字を見ると、特定の一強状態ではなく、大手4社による激しい開発競争が繰り広げられていることがわかるね。でもこのレポートが本当に面白いのは、その販売価格に対する実際の原価を暴いているところですよね。まさにそこが本報告書の真骨頂だ。卓球ラバーの原価を単純な材料費だけで語ることは、製造実態を著しく見誤ることになる。レポートでは、直接材料費、直接労務費、製造間接費に加え、研究開発費 R&D、ITTF 国際卓球連盟への公認維持費といった基幹原価を包括的に考慮する必要があると説いているんだ。材料費だけなら安いということですか？身も蓋もない言い方をすれば、ゴムの塊としての価格は極めて些細なものだ。しかし、そこに勝利のための物理性能を付加し、世界のトップ選手を広告塔に使い、厳格な品質管理を行うプロセスにこそ、私たちプレイヤーが支払っている代金の正体があるんだよ。これから20のパートに分けて、バタフライの自社一貫生産モデルから、ドイツ ESN の OEM モデル、さらには中国メーカーの驚異的な選別コストまで、その不都合な真実を一つ一つ詳細に解剖していこう。ケンジさんの論理的なガイドがあれば、どんなに複雑な原価計算が出てきても納得できそうです。それでは直接材料費の経済学から深く進んでいきましょう。それでは具体的な内容に入ります。まずはラバーの主成分、ゴムについてです。天然ゴムってなんだか木から取れる自然なものですけど、それ自体は高いものなんですか？レポートの第2章にある材料原価の分析を読み解くと、非常に興味深い事実が浮かび上がってくる。シンガポール商品取引所における天然ゴムの平均価格データを見ると、2011年の 1kg あたり 4.82 ドルをピークに、2023年には約 1.58 ドルから2ドル程度まで下落して安定しているんだよ。美咲ちゃん、ラバー1枚の重量って知ってるかい？パッケージに入った状態でだいたい 100g 弱、貼るために切るともっと軽くなりますよね。そう、実質のラバーシートの重量は約 70g から 80g だ。つまり純粋なゴム材料としての直接費は1枚あたり数セントから数十セント、日本円にしてわずか20円から60円程度というインテルマーケットリサーチの言葉を借りれば、極めて些細なインセギニフィカントな金額に過ぎないんだ。20円？あんなに高価なラバーの材料がコンビニのガムより安いんですか？物理的な材料のバルク価格としてはね。しかし競技用ラバーは単なるゴムじゃない。
トップシートには耐摩耗性を高めるカーボンブラックや特定の摩擦係数を実現するための化学添加剤、紫外線吸収剤などが緻密なレシピで配合される。さらにスポンジ部分には特殊な発泡剤が使用され、その基本のサイズや分布をミクロン単位で制御する必要がある。レポートによれば、この競技用としての特殊素法はレジャー用ラバーに比べて製造コストを最大 60% も押し上げる要因になっているんだ。なるほど。材料の量ではなく質と配合にコストがかかっているわけですね。単なるゴムを魔法の板に変えるための科学の対価なんですね。材料費が安くてもそれを作るための工場や機械には相当なお金がかかりそうですよね。その通りだね。レポートによれば、製造プロセスの革新は数千個の粒を成形する精密金型にあるんだ。テーブルテニスデイリーの技術解説によれば、一つのモデルの金型を製作には高度な数値制御 NC 加工機が必要で、数万ドルから配列が複雑な場合は数十万ドル、数千万円単位の投資が必要になる。金型一つで数千万円。もしそのモデルがヒットしなかったら大赤字ですね。まさにそれがメーカーにとっての巨大なリスクなんだ。さらにラバーの製造現場における環境管理のコストもバカにならない。卓球ラバーの製造は湿度の影響を極めて受けやすく、スポンジの発泡具合やシートの粘着力が天候一つで変わってしまう。ある大手 OEM メーカーの記録では、湿気管理の不備だけで数百万ドル相当の製品が不良品として廃棄されたこともあるそうだ。数億円分がゴミに、そんなリスクを抱えながら作っているなんて。最新の製造ラインにおいて、スポンジの発泡やシートの成形をゼロから行うためのツール開発、いわゆる概念実証 POC だけで少なくとも25万ドル以上の投資が必要となるとインテルマーケットリサーチは指摘している。私たちプレイヤーは成功したラバーの価格を通じて、その裏にある無数の失敗した試作品や厳しい環境維持費を支えているとも言えるんだよ。そういえば公式戦で使うには必ず ITTF っていうマークが必要ですよね。これをもらうのにもお金がかかるんですか？それが新興メーカーにとっての大きな壁であり、既存メーカーにとってはブランドを守るための強力な盾になっている。レポートによれば、競技用として販売するには ITTF による厳格な技術テストをパスし、公認維持費を毎年支払い続ける必要があるんだ。テストって何を調べているんですか？ラバーの厚さが 4.0 ミリ以内か、表面の摩擦が規定ないか、有害な揮発性物質が含まれていないかといった項目だ。インテルマーケットリサーチの報告では、新しく開発されたラバー配合の 30% 以上が弾性やスピン性能が基準値を超過したり、物理特性が不安定だったりという理由で初期評価を通過できないという事実があるんだよ。せっかく開発しても3割以上が世に出ることなくボツになるんですか？そう。これらの承認を得られなかった開発コストは最終的に合格した製品の価格に転嫁される。つまり高価なラバーの価格にはメーカーが支払った研究開発の保険料のようなものが含まれているわけだね。ITTF のマークがあるだけで私たちはその安全と品質を担保してもらっているけど、その維持には多額の費用がかかっている。誰もが簡単にラバーを作って売ることができない理由がこの法的制度的なコストにあるんですね。さて、ここからは個別のメーカーの分析に入ります。まずは何といってもバタフライ株式会社タマスさんですね。レポートでは卓球界のアップルなんて例えられています。非常に的な例えだね。1950年に山口県柳井市で創業されたタマスは、現在埼玉県所市にバタフライテックという世界屈指の研究開発製造拠点を構えている。ニュースウィークジャパンの取材記事でも触れられている通り、彼らの最大の強みは自社内で全ての工程を完結させる垂直統合モデルにあるんだ。自社で全て作るということの何がそんなにすごいんですか？まず技術の流出を完全に防げる。そしてトップ選手が求める極限のスペックを1ミリの妥協もなく製品できることだ。バタフライのフラッグシップモデル、特にテナジーやディグニクスは他社を圧倒する強気の価格設定だけど、プロプレイヤーの半数以上が使用しているという驚異的なデータがある。シェアも高くて価格も高い。まさに理想的なビジネスモデルですね。その原価の核心にあるのが独自開発のスプリングスポンジ技術だ。特定の高分子素性と空気の含有量を絶妙に調整することでバネのような驚異的な伸縮性を実現した。レポートによれば、このバタフライにしか作れないスポンジという知的財産が彼らの高い利益率を支える屋台骨になっている。製造リードタイムは材料の発注から完成まで約4ヶ月。日本国内での製造、高賃金の熟練工、そして専任スタッフによる厳格な管理。製造原価は他国に比べて数倍高い構造になっているが、それを補って余りある付加価値をブランド力で生み出しているんだよ。
バタフライのラバーって具価的にいくらくらいが原価でいくらくらいが利益なんですか？レポートに衝撃的な推定表が出ていますよね。あくまで公開データからの推定だけど、その内訳は非常に戦略的だよ。販売価格に対する直接製造原価、材料労務費はわずか 15% から 18% 程度とされている。1万円のラバーだったら作るのにかかっているのは2000円しないってことですか？そう、でも驚くのはまだ早い。レポートによれば、研究開発費 R&D が 12% から 15%、そして最も大きいのが広告宣伝・選手契約料で 25% から 30% を占めているんだ。広告宣伝費が原価の倍以上。ティモ・ボル選手や張本智和選手といったスター選手との独占契約にそんなにお金がかかっているんですね。そうなんだ。世界トップ20プレイヤーのうち約半数の9名がバタフライと契約している。この圧倒的な勝者のイメージを維持するための投資がラバー1枚あたりの価格にマーケティングコストとして反映されているわけだ。レッディットの卓球コミュニティでも議論されているけれど、ユーザーはゴムを買っているのではなく、世界最高峰の環境で開発されたブランドの所有権を買っているんだね。物流や管理費を除いた営業利益も 25% から 35% と非常に高い。まさにブランドプレミアムによる高収益体質ですね。この徹底した高付加価値戦略が卓球界での独走を許している理由なんですね。最新のスプリングスポンジ X の開発費は、これ9年もかかったんですか？そうなんだ。バタフライも技術カタログによれば、従来のスプリングスポンジをさらに進化させた X の開発には膨大な試行錯誤が費やされた。この9年間にわたる研究員の人件費、そして何百種類もの試作金型への投資、これらは全てサンクコストとして販売価格に上乗せされている。9年分のコストを回収しなきゃいけないから高くなっちゃうんですね。でももっと面白いのが価格決定の心理学についての記述だ。業界の分析では、たとえ製造コストが1ドルでも、それがゲームを支配する革新的な性能を持つなら、メーカーは既存の最高級品を上回る価格、例えば100ドルを設定するという収益最大化戦略が一般的だとされているんだよ。つまり、いくらで作れるかじゃなくて、いくらの価値があるかで値段が決まっていると。まさにバリューベースプライシングだね。レディットでもバタフライがなぜこれほどまでに強気なのかという問いに対し、それは他では手に入らない性能を提供し、R&D 費用を適切に回収しているからだという結論に達している。高性能になればなるほど物理的な製造原価の比率が下がり、その代わりに知能の対価としての比率が上がっていく。これが現代ラバー産業の最も残酷で合理的な真実なんだよ。高価なラバーばかりじゃなくて、バタフライにはロゼナっていう少し安くて使いやすいモデルもありますよね。あれはどうして安くできるんですか？ロゼナはバタフライのコストエンジニアリングの最高傑作と言えるね。レポートによれば、ロゼナはテナジーシリーズで培ったスプリングスポンジとハイテンション技術をそのまま利用することで、新規の開発コストを劇的に削減しているんだ。一から作らないですでにあるすごい技術を使っているから安く提供できるんですね。その通り。バタフライオンラインの解説でも、既存の資産を再利用することで品質を落とさずに限界利益率を高める手法だと分析されている。これは最高級品テナジーリグニキスでブランド価値を維持しつつ、普及価格帯ロゼナでボリュームを稼ぐという典型的な価格差別戦略だね。賢いですね。初心者や中級者はロゼナを通じてバタフライの技術のお裾分けを安く受けられる。メーカーにとっては開発費のかかっていない商品を大量に売ることで利益率をさらに向上させられる。まさにこの技術のトリクルダウン、敵だり落ちをうまく製品ラインナップに組み込んでいるのがタマスの経営の巧みさだ。ユーザーにとっては憧れのテクノロジーがこの値段でと思わせ、メーカーにとっては回収済みの技術でお金を生む。このウィンウィンの構造がバタフライの盤石な地位を支えているんだよ。価格についても最近オープン価格っていうのが増えましたよね。昔はメーカー希望小売価格の 30% 引きとかが普通でしたけど、ワールド TT ニュースの分析によれば、タマスが近年導入したオープン価格制は単なる値上げ以上の深い意味があるんだ。これは小売店での値引き幅を事実上コントロールし、ブランドイメージを一定に保つための戦略なんだよ。安売りをさせないということですか？それだけじゃない。最大の目的は海外への逆輸入の阻止だ。以前は円安などの影響で日本国内の製品が安くなり、それが海外の並行輸入市場へ流れてしまうことがあった。そうなると海外の正規代理店が商売にならなくなってしまうだろう。せっかく現地の代理店さんが頑張っているのに、日本から安いのが送られてきたら困っちゃいますね。そう。テーブルデイリーのレポートによれば、オープン価格制によって日本国内の店頭価格を適正に保つことで、
グローバルでの価格差を最小化し、世界中の正規販売代理店の利益を保護しているんだ。これをグローバル価格平準化、グローバルプライスイコーライゼーションと呼ぶ。私たちが前より高くなったなって感じるのは、実は世界中の卓球ショップの利益を守るための国際的な仕組みの一環だったんですね。ブランドの価値を世界規模で守るために価格の蛇口をメーカーがしっかりと握っている。この価格統制力こそが王者の風格と言えるのかもしれないですね。バタフライのように自社で全部作っているのは珍しいんですよね。他の多くのメーカー、例えばドニックとかアンドロ、日本の八坂や水野はどうしているんですか？そこが卓球界の面白いところで、ほとんどの欧州ブランドと一部の日本ブランドは自社工場を持たずにドイツの ESN という会社に製造を委託しているんだ。ESN、名前は聞いたことあります。卓球界のインテルみたいな存在ですか？まさに。レポートの第3章で詳述されているけれど、ESN は独自のテンション技術を特許として保有しており、世界中のブランドにラバーを供給している。この OEM モデルは巨額の設備投資を伴う製造を ESN に集約し、各ブランドは企画とマーケティングに特化する分業体制なんだ。一社で作れば機械をずっと動かせるからコストが下がりますもんね。そう、それが規模の経済だ。ESN は世界中の注文を一手に引き受けることで1枚あたりの固定費を最小限に抑えている。レポートによれば ESN からの仕入れ原価は一般的に15ドルから22ドル程度。日本円で2200円から3300円前後と推定されているよ。お店で8000円くらいで売っているラバーの仕入れが3000円？そこにマーケティング費用や各国の代理店、小売店の利益が重なって最終的な販売価格になるわけだね。ただし ESN も近年はエネルギーコストの上昇や主要市場だったロシア市場の喪失により2022年度には赤字に転落したという報告もある。その影響で私たちが使う OEM 系ラバーの価格も上昇傾向にあるんだ。同じ ESN で作っているならブランドが違っても中身は全部同じなんですか？そこが ESN ビジネスの巧妙なところだよ。レティットの卓球掲示板でもよく議論されているけれど、ESN は各委託先ブランドに対して複数のレシピ、使用書を提示しているんだ。スポンジの基本の大きさ、シートの摩擦力、配合比率、これらの組み合わせで性能のランクが決まる。なるほど。ブランドが一番高い最新のレシピでお願いしますって注文すれば、バタフライに匹敵するような高性能ラバーができるわけですね。その通り。ティバーのエボリューションやアンドロのラザンターといった上位モデルは ESN の中でも最もコストの高い最新テクノロジーを駆使したレシピを採用している。だから ESN からの仕入れ価格自体が高く設定され、販売価格も高くなるんだ。逆にアンカベラバーは少し古い実績のある枯れた技術のレシピを使っていると。そう。各ブランドの製品差は実は製造技術の差ではなく、どのレシピをいくらで調達し、どうパッケージして売るかという調達マーケティング戦略の差なんだよ。レポートでは OEM ブランドの価格構成比において仕入れ価格と同等かそれ以上の流通マージンが載せられている実態を指摘している。私たちはラバーを買うときに実はドイツの化学工場が生み出したレシピのライセンス料を払っているようなものなんですね。ブランドごとに打球感が違うのは彼らが選んだレシピの味付けの違いなんだと思うと納得です。ドイツには ESN がありますけど、日本にもそういう OEM の工場ってあるんですか？もちろんあるよ。レポートで注目されているのが兵庫県にある株式会社ダイキラバーだ。ダイキは日卓やビクタス、さらには水野といった国内の有名ブランドにラバーを OEM 供給している、いわば日本の黒子だね。ダイキ製のラバーってドイツ製とは何が違うんですか？テーブルテニスデイリーの分析によれば、ダイキ製のラバーは ESN 製と比較してシートのコシや打球感の繊細さに日本メーカーらしいこだわりが反映されているとされるね。特に湿度の高い日本の環境に合わせた設計や日本人の好むカチッとした打球感の再現において国内市場から非常に強い支持を得ているんだ。日卓のハモンドや水野の GF シリーズなんかもダイキの技術が支えていると言われていますよね。そう。日本のメーカーもバタフライのように自社で巨大な工場を維持するリスクを避けるためにダイキという高品質な製造プラットフォームを共有しているわけだ。レポートではこのダイキ系のラバーが欧州製とは異なる第2の OEM 勢力として市場の多様性を守っていると高く評価している。自国に信頼できる工場があるから日本の卓球メーカーは世界で戦い続けられるんですね。私たちが何気なく使っている国産ラバーの裏には
ブランド名の陰に隠れたこうした技術者集団のプライドが詰まっているんだと感じます。ここからは世界で最も多くのラバーを作っている中国のお話です。構想機とかはとにかく安くて、でもプロも使っているイメージです。中国は世界最大の卓球用品生産国で、2024年の生産量はなんと8万9000トンに達している。世界全体の生産能力の約 45% が中国にあるんだ。レポートによれば DHS や天津の729、フレンドシップなどは国家的な支援や巨大な国内需要および圧倒的な安価な労働力を背景に、日欧メーカーとは全く異なる大規模集約モデルを構築しているんだよ。具体的にどのくらい安く作れるんですか？インデックスボックスの輸出入統計を見ると、その実態が愕然とするほど明らかになる。中国から世界へ輸出される普及型レジャー用の用具の平均価格は1トンあたりわずか3800ドルだ。1トンで3800ドル。そう。対して中国が日本やドイツのメーカーから輸入している競技用プレミアム用具の平均価格はなんと1トンあたり12万9300ドルに達している。3800ドル vs12 万9300ドル。計算すると34倍の価格差。すまさじいだろう。同じ重さのゴムや木でも日本やドイツの精密機械としてのラバーと中国が量産する汎用品の間には34倍もの価値の開きがある。レポートはこのデータを引いて、中国は量では世界を支配しているが、最先端の高付加価値技術には依然として日独に依存しているという二極化の現実を浮き彫りにしているんだ。中国メーカーの安さの正体は、この圧倒的な規模の経済と開発費を抑えた大量生産にあるんやね。でも中国製のラバーでも国境って1万円以上しますよね。材料は普及品と違うんですか？美咲ちゃん、ここが今回のレポートで最も重要な真実の一つだよ。結論から言えば、市販品の強境と最高級の国境の間で使用されている原材料費の差はほとんど存在しないんだ。同じ材料なんですか？じゃあなんで5倍も10倍も値段が違うんですか？価格差の正体は製造原価ではなく選別コストと希少性なんだ。レポートによれば、中国メーカーは同一の大量生産ラインから生まれてくる数万枚のラバーの中から熟練の検査官がハンドピックで手選びでグレードを分けていく手法をとっている。ハンドピック、まるで宝石の選別みたい。まさにそれだ。まず通常のラインで製造されたものをそのまま売るのが市販品、15ドルから25ドル程度だ。そこから品質管理を強化して一定の基準を満たしたものを選び出したのが小チーム用、プロビンシャル。そして数千枚の中から最高の弾性と粘着性および重量の誤差がほぼゼロという奇跡の1枚を選び出し、トップ戦士向けあるいは富裕なマニア向けに売るのが国家代表用ナショナルなんだ。つまり価格の大部分は1枚の当たりを選び出すための膨大な検査時間と不採用になった数千枚を抱える在庫リスクおよび代表と同じというブランド量に消えているわけですね。その通り。材料費が同じでも人間の目と感覚による選別工程が物理的な製品に天文学的な付加価値をつけている。これが中国メーカー独自の合理的で非常に効率的な価格戦略なんだよ。ここからはラバーが私たちの手に届くまでの流通についてです。お店で買うとメーカーから直接買うより高くなるのはわかりますけど、レポートにある重層的マージンって具体的にどれくらい上乗せされているんですか？日本やドイツのような伝統的な市場では、消費者価格の約半分が実は物流と販売に関わるマージンで占められているという厳しい現実があるんだ。レポートの第5章、流通チャンネルの分析を見てごらん。メーカーから一次卸、二次卸および小売店。そう。まずブランド所有者が仕入れ原価に 30% から 50% の利益を乗せて一次卸へ。一次卸は在庫管理費として 10% から 15% を乗せて小売店へ。そして最後の小売店は店舗運営費やラバー張りサービス代として 20% から 30% の粗利を確保する。ラバー張りって無料のお店が多いけど、本当はその手間代も価格に含まれているんですね。そうなんだ。テーブルテニスデイリーのレポートによれば、この伝統的な多段階モデルを維持するために私たちは多額の安心料を払っている。専門知識のある店員さんのアドバイスや現物を手に取って選べるメリットの対価だね。でも最近はこの構造が大きく崩れ始めているんだ。確かに最近はみんなネットで安いのを探して買っていますよね。レポートでもオンライン販売のシェアが凄まじい勢いで伸びているって書かれています。データインテラの調査によれば、卓球用品のオンライン販売シェアは
すでに 38.2% に達し、地域の専門店 29.4% を完全に逆転して成長しているんだよ。オンライン専売店は卸売業者を介さずメーカーから直接大量に仕入れたり、自ら並行輸入を行ったりすることで定価の 30% から 40% 引きという驚異的な安さを実現している。お店で買うのがバカらしくなっちゃうくらいの差ですよね。メーカーさんは困らないんですか？非常に困っている。だからこそバタフライのように自社 EC サイトを強化し、特定の安売りオンラインショップへの卸を制限するブランド保護戦略を取るメーカーも出ているんだよ。でも一方で新興ブランド、例えば中国のロキや銀河なんかは最初からネット直販の D2C モデルで攻めてきていますよね。そう、彼らは中間マージンを徹底的に排除することで高性能なラバーを10ドルから20ドル台で世界中にばらまいている。レポートによれば、この直販モデルの台頭が既存の有名ブランドの価格設定に大きなプレッシャーを与えているんだ。安く手に入れたいユーザーとブランド価値を守りたいメーカー。2026年の流通市場はまさにこのマージンの奪い合いの最前線になっているんだね。ラバーの値段がどんどん上がっているのは物価高のせいだけじゃないんですか？残念ながら2024年から2025年にかけて木材やゴムの原材料コストは世界平均で 37% も上昇している。これにサプライチェーンの混乱による物流費の増大が加わってメーカーの利益を圧迫しているんだよ。 37% の上昇、それは値上げせざるを得ないですね。でももっと深刻なのが偽造品フェイク問題だ。レポートによればプレミアムナバーの価格高騰に比例して偽物市場が拡大している。卓球用品市場における偽造品による経済的損失は年間で推定1800万ドル、約27億円に達しているんだ。27億円。誰がそんなに偽物を買っているんですか？多くの人は偽物と知らずに安いからとネットの非正規ルートで買ってしまうんだ。10ドル程度のコストで見た目だけを模倣し、正規ブランドが何年もかけて費やした開発費やマーケティングの成果を不当に奪い取っている。恐ろしいですね。偽物を使っても性能は出ないし、結局はお金の無駄になっちゃうのに。そう、レポートではこの偽物対策のためのセキュリティタグ導入費用なども実は製品の販売価格に反映されていると指摘している。不正な業者を排除するためのコストを善良なユーザーが負担しているという皮肉な構造だね。レポートの終盤、すごく未来的な話が出てきます。スマートラバーって何ですか？ラバーが喋るんですか？喋りはしないけどデータを吐き出すようになる。バタフライはすでに2023年にスイングスピードや打球の回転数をミリ秒単位で計測できるスマートラケットのプロトタイプを発表しているんだよ。ラバーを貼るだけで自分のドライブの回転数がスマホで見られるようになるんですか？そう、フォーチュンビジネスインサイツによれば、センサーや AI 技術を搭載したテックエネーブルドな機材への需要が急速に高まっている。これが実現すると、ラバーの原価の概念が根本から変わるんだ。どう変わるんですか？これまでの製造業のモデルからソフトウェア開発費やクラウド維持費を含むハイテク産業のモデルへのシフトだよ。材料費としてのゴムよりもそのデータを解析するアルゴリズムの開発コストの方がはるかに高くなる。つまり将来はラバーを買うんじゃなくてアプリの機能を使うための課金みたいな感覚になるかもしれないってことですか？その可能性は十分にある。レポートの予測では2034年までに市場が拡大するのはこうしたデジタル統合型の高付加価値製品だとしている。単なる道具がデバイスへと変貌を遂げる原価構造のパラダイムシフトが今まさに起ころうとしているんだよ。ケンジさん、今日のお話本当に衝撃の連続でした。私たちがお店で1万円払って買っているラバーの本当の姿が見えた気がします。結論として卓球ラバーの価格形成における最大のパラドックスは、高性能になればなるほど物理的な製造原価の比率が下がるという点だね。材料費 15% に対して残りの 85% がブランドや R&D、 選別コストおよび憧れのトップ選手への投資。そう、プレイヤーは単にゴムのシートを買っているのではない。数千枚に1枚の厳選された個体という安心感や、何年もかけて開発された特定の打球感という無形資産を購入しているんだ。バタフライのように自社生産で高い品質を保証してもらうか、ESN 系のように調達戦略で選ぶか、あるいは中国製のように選別の恩恵に預かるか。その通り。道具の背後にある経済の仕組みを知ることで、自分のプレイスタイルや予算に合った本当の正解を見つけられるようになるはずだ。高価なラバーは魔法ではなく緻密な工学と経済の結晶なんだよ。はい、
これからはラバーを張り替えるとき、パッケージのマークやブランドロゴの重みをもっとしっかり感じながら大切に打ちたいと思います。その勢いよ。機材への深い理解が君のプレーをさらに知的なものに変えてくれるだろう。今日は非常に有意義な対談だったよ。こちらこそありがとうございました。それでは皆さん、また次回の分析でお会いしましょう。さようなら。